皆さんおはようございます。夏希のキッチンガーデンへようこそ。今日はウィーク2のアップデートをお届けしていきます。まず先週作った1台目のレーストベッドなんですけれども、先週小松菜、インゲン、ベビーケール、カーボロネロ、スープセロリ、ナスタチウムの種をまいて、この順番にね、しっかり全部発芽しました。中でも小松菜は早かったですね。ほんと種をまいて3日ぐらいでピョコンと可愛い双葉が出てきて、でやっぱりそれぞれの植物で芽の形であったりとか大きさも違ってね、本当に可愛いんですよね。で小松菜とベビーケールとカーボロネロに関しては間引きをして、で最初の小さな収穫を楽しみました。間引きをしたものは地元の有機農家さんが育てた、オーガニック大根で作った角的のトッピングにしてね、美味しくいただいて、もうとってもみずみずしくてちょっと感動しました。でケールなどのアブラナ科っていうのはやっぱり青虫の大好物でね、食べられてしまうっていうことがあるので、早々にこうネットを張りました。でドーム型の支柱はホームセンターで買ってきて、でネットも見たんですけどホームセンターで結構高くて、なので結婚式の時のためにね買ったベールが何枚かあったので、それをちょっと再利用しました。レース付きで可愛くないですか？で事件があったのがキュウリですね。最初に植えた2本の苗がこう根元の部分が何かにかじられたようになってしまって、こうちょっとねじれた感じで倒れてしまったんですね。1本目はなんだかわからなかったんですけど、2本目はわかりました。犯行の現場を押さえたんです。で犯人はナメクジでした。でナメクジの対処方法っていろいろあると思うんですけれども、私の場合はレーストベッドの上に草マルチをしていて、やっぱその草がこう湿った感じでナメクジの大好きな環境ということで、一旦その草マルチを取り除きました。で新しい苗をまた2本植えて、でその上でペットボトルのガードをつけて、で夜にですね毎晩暗くなってから見回りとかパトロールをして、ナメクジを見つけたら割り箸でつまんで取り除くっていうことを毎晩しています。それでキュウリは守られていてしっかり育ってくれているんですけど、さっき見たらキュウリの1本が細いこうつるみたいのをねこう伸ばしていって、支柱に張ってあった紐を見つけてこう頑張って伸びようとしているところがまたすごい可愛いなって思いました。で2台目のレーストベッドも設置をして、1台目と同じようにね土を入れていったんですけれども、この2台目のレーストベッドではちょっと根菜などをね育てていきたいなと思っているので、1台目よりも頑張って土をたくさん入れるようにしました。で2台目のレーストベッドにはボリジ、人参、ビーツ、あと余っていたインゲンとナスタチウムの種をまきました。でさっき見たら人参とビーツはもう芽が出始めていて、であとインゲンなんだと思うんですけど、なんかすごい巨大な双葉が出てきて、でもインゲンにしてはでかいなと思って、ちょっとなんだかわからないんですけど、とりあえず芽が出始めています。あと大根とね白菜の種も控えていて、8月7日が今年は立秋なので、その後にまこうかと思っています。そして3台目のレーストベッドも完成して、でスペースをねギリギリまで活用するために外壁につけるような形で、大きさも幅が1台目と2台目と同じ1メートルだと奥まで手が届かないので、夫が考えて70センチの幅にしてくれました。土を入れ始めてこれから仕上げていきます。でレーストベッド以外のところでやっぱり庭の形状であったりとか動かせない大きな岩とかがあって、それを考えるとスペースをやっぱ有効活用する必要があるなっていうふうに思っていて、雑草を刈ってで種とか苗っていうものを庭の土に直接植えるっていうことも始めました。あとねやっぱりそのキッチンガーデンを作り始めて、お庭っていうものを単に野菜を育てる場所ではなくて癒しの場にしていきたいなっていうふうに思っていて、なので見た目をね綺麗にするっていうこともすごく重要だと思ってます。
なのでお庭の、家の入り口のところをねちょっときれいにして、で花の苗とか種を植えたりとかしていて、でそこの土をきれいにしていたらたくさんね缶とかなんかゴミが出てきて、土の中から出てきて、土の質にはちょっと不安はあるんですけれども、やっていってます。あと今回伐採した木があったので、それをウッドチップにしていって、で土がむき出しになっていた通路とかにウッドチップを敷いていきました。それだけで見た目がすごく良くなったと思いませんか？今日のウィークリーアップデートはここまでなんですけれども、最後に、今回私が採用しているレイストベッドと、あとノーディッグっていうね、耕さないという考え方についてちょっとお話をして終わりにしたいと思います。家庭菜園っていうと、日本だと畝を立てたりとか、あとプランターでね育てるっていうのが一般的だと思います。でレイストベッドっていうのはちょうどその中間みたいな存在にはなります。今回みたいに木などでねフレームを作って、その中に土を入れて育てていく方法で、土に高さをつけることで水はけが良くなるというメリットがあります。また畝の場合は畝と畝の間に通路を作ると思うんですけれども、レイストベッドの場合は幅を1メートル前後にして、両側から手が届きやすい幅にするんですね。その中をまんべんなく植えるので、限られたスペースを効率よく使うことができます。なので特に私のように庭で野菜を育てる場合はとても相性がいい方法だと思います。そして私の場合、このレイストベッドにノーディッグという耕さないという考え方を取り入れています。私の場合は雑草を刈った土の上にそのままフレームを置いて、その中に土を入れてベッドを作りました。やっぱ土を耕してしまうと、土の中の微生物だったり菌とか菌糸のネットワークが壊れやすいと言われています。なのでできるだけ今ある土の環境はそのままで、その上に土を置いて育てていこうという考え方です。で今回レイストベッドの下の方には丸太とか小枝とか落ち葉なども入れています。時間が経つについてそれらがゆっくりと分解されて有機物として土を育ててくれますし、野菜の根も少しずつ下に向かっていくことで土の質も良くなっていくと言われています。もう一つ、私の庭のようにたくさん雑草が生えている場所では大きなメリットがあります。土を耕してしまうと、土の中に眠っている雑草の種が日の光を浴びて発芽しやすくなってしまうということがあるんですね。一方で雑草を刈った上にそのまま土を重ねることによって、それで光が遮られて雑草が生えにくくなるというメリットがあります。もちろんね、杉菜のような強い雑草っていうのはどうしても生えてきてしまうと思うんですけれども、それでも管理はしやすくなると言われています。で実際に始めてみて感じたレイストベッドの一番のメリットっていうのは、意外にも見た目でした。やっぱり土と通路の境目がはっきりするだけで、庭全体がとてもすっきりして見えるんです。さっきもちょっとお話ししたんですけれども、私はこの庭を野菜を育てるための場所だけではなくて、毎日歩きたくなるような癒しの空間にしたいと思っています。だから生産性だけではなくて、ここにいると気持ちいいというふうにね思えることが私にとっては大切なんです。もちろんレイストベッドにはデメリットもあります。まずはやっぱりフレームを作る手間があるということ。今回はホームセンターで9センチ ×2 メートルの板が20枚セットで約2300円で売られていたんですけれども、高さ27センチ、幅1メートル、長さ2メートルのベッドを1台作るのに、それを約10枚使いました。うちは父の DIY 道具がたくさんあったので作ることができましたが、そういった工具なども一から揃えるとなるとかなりコストがかかると思います。そしてやっぱりレイストベッドの一番大変なところは、たくさん土を用意しなきゃいけないっていうところです。私はなるべく庭の土を使いたくなかったので、山から土を運んできたりとか、かなり重労働でした。市販の売られている土だけでね作ろうと思うと、かなり費用もかかるんじゃないかと思います。国とか地域によっては市町村とか民間会社が作ったコンポストを安く買えるっていうシステムもあるそうなんですけれども、日本ではやっぱりそういうのは一般的ではないので、土の確保っていうのは課題になるのかなと思います。とはいえ地面の上に作るレイストベッドであれば、そんなに土の高さはなくても育てられる野菜はたくさんあります。あと全部を土で埋める必要もなくて、私のように下に丸太とか木の枝とか落ち葉とかそういうものを入れてかさ増しする方法もあります。まだね始めて2週間なんですけれども、やってみて本当に良かったなと思っています。
もちろんね、これから失敗もたくさんあるとは思うんですけれども、これからね、この庭が野菜が育つ場所だけではなくて、虫や鳥や、人も集まる小さなエコシステムとしてね、育っていく様子をお届けしていきたいと思っています。ではまた次回のアップデートでお会いしましょう。See you next time!